ねちょっと知ってるここだけの話特別教えるわ知りたくもないけど集まる情報を鵜呑みにしちゃってないかいろんな人がいてさ誰かが言うこと聞いちゃって人のせトレンドや噂に愛されすぎては自分が見えなくなっちゃうそうなのに迷ってば走らにやってきたでも人から学ぶことができればそれきだわいつ人生は超絶の連続さ全部自分勝手選べばいいそう今夜言うとインドやXだ結果ビビっちゃってダメだって気にしないつまり自分で決めたら何があったって後悔はしないハロステ、今回のお相手はモーニング娘。26小田さくらとジュースジュースの段原ルルです。ハロステはコンサート映像、メンバーのちょっとしたパーソナルな話題やハロープロジェクトの魅力をお届けしていく番組です。さらにレコーディングやリハーサルなど活動の裏側にも迫ってお送りしていきます。ルルちゃん、はい、5月7日お誕生日おめでとうありがとうございます。嬉しい。おめでとう。ありがとうございます。何歳になったんですか25歳になりました。どんな年にしたいですか？そうですね。でも24歳の時に、私12歳の時にハロープロジェクトに入ったので、人生の半分がハロプロ人生だっていうのを言ってたんですけど、25歳ってジュースジュースの曲でもあるんですけど、25歳遠説っていう曲があって、なんかちょっと節目というか、そうだね、25って結構こう女の子のアイドルとしてはちょっと節目な年なのかなと思ったりするんですけど、なんかいつまでやろうとか、なんかそんなことは考えずに、今やりたいこと、今すごく興味があることとか、こういうのやってみたいっていうものに貪欲に取り組んで突き進んでいけたらいいなと思いますので、もう思いっきり楽しみたいなと思います。ハロステ、まずはハロー SNS チェック、今回はダンバラルルちゃんの SNS をチェック、4月14日のブログです。今日は理想の朝ごはんを作りたくて、お味噌汁におにぎりと、明太卵焼きと豆腐にキムチ乗せるだけのやつ、いいね。よくこれを食べてます、めちゃくちゃ満足度高かったです、ということでいいね。はい、日本人そうおにぎりがめっちゃ好きなんですよ、やっぱりなんかちょっと朝ごはん食べなくてもいいやってなること多いと思うんですけど、やっぱ食べた方が絶対に体がよく動くなって思うので、アイドルやってると本当体力必要だし、リハーサル期間だったので、もう特にご飯は気にして食べていて、タンパク質を私は取りたいんですよタンパク質取りたいから、やっぱり卵焼きとか豆腐とか食べたいんですけど、おにぎりとお味噌汁っていうのがめちゃくちゃ朝からほっこりしてよかったなって思いました。それさ、運動後も気にする？運動後の空腹の時の一口目って気にする？めっちゃ気にします。いや、そうだよねめっちゃ気にするけど、今はプロテインがね、一番手軽にそうだけどタンパク質が取れるので筋肉筋肉界みたいになってますけど、すごいじゃん。いやでも筋肉をつけたいわけじゃないんですよ、結構筋肉質で、ちょっと運動するとムキムキになってしまうタイプなんですけど、ムキムキにしたいっていうよりはそのパフォーマンスをする上で、そうでも体カチカチなんですよ私結構。本当だねそう運動する上でパフォーマンスに必要な筋肉が欲しいっていう感じなので、リハーサルでつけて、せっかくねたくさん踊って筋肉がつきそうな状態の時に何もしないのはもったいないので、プロテインを飲んでます。ぜひ卵や豆腐食べてみてくださいおすすめ。トレーナーじゃないですアイドルのアイドリングトークでございます。このブログの後にちゃんとアイドルの記事書いてありますからね、読んでみてください。読んでみてください。ハロステ、続いては
ハロープロジェクトの各グループのレコーディングやダンスレッスン、ミュージックビデオ撮影やコンサートの裏側に密着していくハロカミをお届けしていきます。ハロープロジェクト研修生発表会2026春の公開実力診断テストの様子をダイジェストでご覧ください。毎年恒例となっておりますが、この実力診断テスト、ハロープロジェクトの研修生たちが日頃のレッスンの成果をソロで披露します。この実力診断テストがデビューのきっかけになることも少なくありません。研修生たちにとって非常に重要なイベントとなっております。さあ、それでは参りましょう。トップバッターはこの方です。かっこいい生き方はできないが、今もどんな風に生きるか迷うなままで知る。真夜中コンビニに行くような軽い覚悟で人生を歩けるほど自信が欲しい。卒業アルバムとか見るのかな。私以外の子なんて見ないでね。イチャチャイチャイチャして愛が咲く。あしてそしてこっち来て妄想中。誰にもそうだなんてできない。やっぱりキャンセルしようかな。好きよ好きすぎて意味がわかんない。好きすぎてバカみたい。何よ何などよ行けばいいんでしょ。さよならればいいばいい。ララバイ今ならばやり直せるわ。朝まで眠らない。嘘よこれ以上迷惑かけない。さよならればいいばいい。抱きしめていいよ抱きしめていいよ。私が夢鳴らしていいのに。女の子の一つ女の子の二つ。本物の過去が今日も星となる。朝になったら会いに行こう。ごめんねって目と目合わせ渡したいよ。前に笑ってほしい。今全部新刊だから大人になる条件を教えてほしい。だけどなんだかめんどくさい。そのうちテレビを買い替えないといけないね。なんちゃって恋愛をしたとって寂しくなるだけ。それなのにぬくもりを感じたくなる。なんちゃっていいやつを演じても難しくなるだけ。それなのに適当に愛そうだ。フィエスタフィエスタ情熱は解き放った。フィエスタフィエスタ女はいつでもそうバカのマリア。出会うも出会うも愛されたら綺麗になるの。出会うも出会うもあとは君次第。私をこのまま一人ぼっちにしておくわけ。キラキラしてる女の子私はハマってくよ。グズグズしてる男の子後悔しないでね。一から掴み取る栄光。会えない長い長い道
熱く口づけで膨らむ恋の憧れどうか知らないで負けない負けない負けたくないから笑顔ごまかさない上手の愛情なんかはいらない顔にも鼓膜はない愛はきっと罪深い愛はもっとほろ苦い愛された愛しな君へいつもの I love you 大丈夫君ならできるよ怖がらないでね愛しな君へいつもの And for you 超ビ不器用な私まっすぐ愛するから貫いてね
査結果を発表いたします。まずは、審査員特別賞から参りたいと思います。宮本かりん稲葉真中賞は宮崎里穂ちゃんです。おめでとうございます。おめでとう。はい、一歩前へどうぞ。中島咲賞に選ばれたのは吉田ひかりちゃんです。はい、おめでとう。おめでとうございます。さあ、どうぞ一歩前へ、一歩前へどうぞ。はい。今年の歌唱賞は、はい、大坪真乃さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、ダンス賞は鈴木もおめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ハロプロ研修生発表会2026春の公開実力診断テストベストパフォーマンス賞は石川花乃さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。石川花乃さんです。おめでとうございます。本当に圧巻のパフォーマンスでしたので、本当にみんなのレベルが高すぎて最後まで誰がね賞を取るのかわからない状態ではあったんですけど、本当に素晴らしいパフォーマンスでこう思い返してもやっぱりこう印象に残ってるなっていうのはすごくありましたので、本当にねこの涙が頑張ってきた証拠だなと思っておめでとうございますという気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。おめでとう。実力診断テストってこう弾いた順番とか曲とかもう本当に小さな要素でいろんなことが逆転していくんじゃないかなって宮本は思っていて、本当に全てがマッチングしていた結果と本人の努力、そういうこう楽曲を選ぶセンスとかそういったものも含めて全部こうアイドルというものを評価されるのがこの場所なんだろうなっていう運も含めて、なんかこうすごいグッときたそんなベストパフォーマンス賞でしたし、本当技術の面とかいろんなところで見ると本当にもう各メンバーすごい素晴らしくって、きっとこれからみんなはそう技術はもちろん磨くことを忘れちゃいけないけどいろんなことを学んでいくんだと思うので、ぜひぜひみんなもね頑張っていただきたいなと思うんですけれども、とにかく花乃ちゃんの輝きはみんなに届いていたんだと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。前回の実力診断テストでは結果が残せなくてすごく悔しい思いをして、前回の実力診断テストからずっとベストパフォーマンス賞を取るために目標にして研修生発表会を重ねてきた。本当にこの賞をいただくことができて嬉しいです。はい、おめでとうございます。改めて石川さんに大きな拍手をお願いします。おめでとうございます。 LINE キューブ渋谷にお集まりの皆さん、配信でご覧の皆さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ハロープロジェクト研修生発表会2026春の公開実力診断テストのダイジェストをご覧いただきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。研修生のみんな、で私たちこのね収録の段階ではまだ本番を迎えていないので、見れていないんですけれども、どうだったかな。楽しみだね。本当に、なんかやっぱり本番その1曲にこう一級入魂じゃないですか。まあ、なかなか練習した全部が出せるわけではない、いろんなね環境の変化もそうだし、いっぱい人が見に来てて、こう自分が家で練習した思い描いたものができていたかどうかはわからないけど、なんか今のベストを出してこう悔いが残ってなければいいなと思ってます。そうだね、その杉原芽衣ちゃんが、モーニング娘。に入りたてで、でもこの実力診断テストに向けても多分準備はしていたと思うんですけど、この前なんか私のねバースデーイベントを見に来てくれた時に、なんかメイさん実心の一曲でも息上がってたわって言ってたのだからすごいなんかめっちゃ私やったことがないのね、実力診断テスト公開で、でもその本当に
一曲入魂みたいな、もう全部を使い切る、本当になんか人生をかけたステージなんだろうなっていうのを。そうですね。私は4回出させてもらって、最後の4回目ベストパフォーマンス賞いただいたんですけど、その時31番目、一番最後で、なんかすごい弾いた時も最後だってなったし、あの時のなんかヒリヒリ感はすごい今でも覚えているので、なんか人生が変わる瞬間っていうのは本当にそうだなって思いますし、実際にあそこでこうなんだろう、変わった環境が変わった子もたくさんいると思うし、私もその一人なので、私はその本番全部を出せるタイプではなかったので、全部発揮できないタイプで、いつも後悔が残るタイプだったんですけど、最後の4回目だけは残らなくて、やりきれたっていうのが自分の中であったので、この公開実力診断テストに自体に悔いがないんですけど、研修生発表会自体もすごいいい場だし、公開実力診断テストって年に1回しかないので、ここでね、デビューした初めてパフォーマンスした新しい研修生の子たちもいると思うので、今頃いっぱい見つかってるだろうね。いや本当ですね。楽しみ。研修生のみんなお疲れ様でした。お疲れ様でした。トゲンスタと明日も一緒に頑張ろう。モーニング娘。26小田さくらとジュースジュースの段原ルルがお送りしているハロステ、お別れの時間となりました。最後に私たちのこれからの動きを見ていきましょう。どちらともね、モーニング娘。26もジュースジュースも春ツアー中ということで、春はね単独があって楽しいですよ。本当にそうですね。なんかちょうどゴールデンウィークがね、終わったぐらいですけども、そうかでモーニング娘。26は6月の半ばまでの武道館公演をラストに、でそこで牧野まりあちゃんが卒業する、そういう春ツアーの最中なんですけれども、今ねパフォーマンスが7人なんですよ。でモーニング娘。の中でもかなり少ない人数だからか、もう一人一人のなんか私を見てとか、私がこの場を使うみたいなアピールというか、なんかもうパワーアップしまくってて、なんか今全員が同時に成長期を迎えているみたいな時期なんですよ。私もびっくりしてて、本当に楽しいツアーになると思うので、ジュースジュースは5月末までなので、本当にあっという間に春ツアーが終わってしまうんですけども、どれぐらいこの2公演、26、27で 2days やらせてもらうんですけど、どれぐらい変化があるかっていうのもわからないし、まだちょっとセットリストもねメンバーが知らない状態なんですけども、モーニング娘。26もジュースジュースもぜひ遊びに来てください。お待ちしてます。待ってます。ハロステはハロープロジェクトのコンサート映像、メンバーのちょっとしたパーソナルな話題やレコーディングやリハーサルなど活動の裏側にも迫っていきます。毎週水曜日と金曜日の19時に新着動画がアップされますので、高評価、コメント、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。今回のお相手はモーニング娘。26小田さくらとジュースジュースの段原ルルでした。さようなら。